さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、板チョコで作るガトーショコラ、こちらの作り方をご紹介したいと思います。ぜひ最後まで作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これ15センチの底が取れる型で用意してます。中と、側面ですね、紙だけ引いて用意しておいてください。はい、今日材料は粉がですね、2種類あるんですけど、必ずふるってください。こうやって2種類入れて、一緒にふるうことで粉を混ぜたいんですね。で、これがしっかり混ざってるだけで失敗を防げるので、必ずやるようにしてください。見てください、こんな感じでダマがあるんですね。これが結構失敗の元になっちゃうので、これをこうやって潰して入れるのが大事です。で、皆さんこれふるったと思うじゃないですか。見てください、これ全然混ざってないんですよ。なので、できればこの粉をふるうのは 2,3 回やってもらって、これが完全に混ざるっていうのがポイントです。この後やっておきます。はい、これ材料ですね。あとバターに、チョコレート、これも刻む必要なくて、もう適当に割って入れてください。なんかもうその辺で買える板チョコでできないかっていろいろ言われたんで、コメントで今回これを使っていきます。ちゃんと銀紙で包まれてるからいいですよね、これ。でね、これちょっと材料を見ると分かるんですけど、これね、全粉乳っていうのが最初の方に入ってるんですよ。で、今回生クリームもメレンゲも入れないんですけど、これ全粉乳が入ってるってことは、濃縮ミルクパウダーが入ってるんで生クリーム入れてないです。なのでこれを割って全部、砂糖もこれ全部入れちゃうんですけど、入れてレンジで溶かせばもうバッチリです。この後溶かしていきます。はい、これ今レンジかけたんですけど、ちょっとねこうやって混ぜていくと、こうやってもろもろになってきます。しっかり溶けてるんですけどね、お砂糖入ってるし、お砂糖はこれ水分に触れないと溶けないんで、今入っているのが油分と、バターにちょっと水分が入ってるだけなんで、まだこんな感じのもろっとした感じで大丈夫です。ここに卵を入れて混ぜると、もうちょっと滑らかな状態になっていきます。こんな感じですね。はい、これ今溶かしたやつですね。ここに卵今3つ分です。ちょっとだけ入れます。1個分ぐらいかな。2個入っちゃった。これでいいです。で、混ぜます。全然気にしなくていいですよ。普通に全部入れてもいいんですけど、混ぜづらいんでちょっと分けただけです。で、こうやって混ぜて、でなんかメレンゲとか入れてやらないのは、これ全卵を入れてしっかり混ぜることによって水と油が混ざって乳化するっていうんですけど、ほらこんな感じで滑らかになるんですよ。さらに残りも入れて、混ぜます。もうただ混ぜるだけですよ。全然もう失敗しないです。絶対混ぜすぎもないので、しっかり混ぜまくってください。液体でこうサラッとしましたよね。こんな感じです。そしたらここにさっきふるっておいた粉を加えていきます。はい、これしっかり混ざっているのが確認できたら、ここに粉を入れていきます。これね、粉が周りに散ってるんですけど、真ん中からずっとこうやって混ぜてれば、だんだん粉が馴染んできて、ある程度したらこうやって周りの粉も取ってあげてください。これね、ほんと混ぜすぎとかないんで、もうずっと泡立て器で混ぜまくればいいですからね。で、これココア入れてるのは、ちょっとこのミルクチョコレートだけだと味が弱いのでココア入れてます。なのでココアの量を少なくすれば、ちょっと味の優しいガトーショコラができるので、ココアの量は概要欄にちょっとおすすめ書いときます。はい、こんな感じ。ほら、ツヤもあって滑らかですよね。これで型に流して焼いていきたいと思います。はい、そしたらこれ型に流すんですけど、もしねちっちゃい型だったらこうやって分けて焼いてもいいですからね。今回は大きく焼いていきます。さあ、これで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。いい感じです。
さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。でも中しっとりしてるんですけど周りカリッとしてますね。おいしい。十分おいしいね。中すごいしっとりしてる。周りすごいカリッとしてる。分かるか。カリッとしてる。でも中すごいしっとりしてます。さあこれポイントのおさらいですね。これ普通ガトーショコラってこう泡立ったメレンゲとか入れるんですけど、今回のやつはこうぶわっと膨らましたいだけであって、膨らませたいだけだったらメレンゲにする必要なくて、全卵の卵白が入ってればしっかり膨らみます。メレンゲだと細かい泡がこう縦にこう膨らんでいくんですけど、今回のレシピその必要ないので、今回は全卵でやるっていう方法をとってます。あとは生クリーム入れるレシピも結構あるんですけど、今日使ったチョコレートって中に材料で全粉乳っていうミルクパウダーが入ってるんですね。なので十分生クリームっぽい味わいができるので、周りもカリカリ焼けるし、今回は生クリームは入れてないです。あとは今回板チョコを使いました。でチョコレート皆さん選び方は分かんないと思うんですけど、何を使ったらいいかって実はこれ原材料なんですね。原材料に何が入ってるかっていうのを僕も見てそれで使ってるので、もしどんなケーキに仕上げたいかとかはもう原材料を見るのが実はポイントです。アレンジは概要欄に書いておくので、ぜひそこもチェックしてみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしてます。また会いましょう。さよなら。